ンです。今日は私が美白のためにやっているケア法をご紹介したいと思います。私自身ジグロではないんですが、すごい真っ白っていう方でもなくて、子供の頃はね毎年海に行ってたので真っ黒だったぐらいだったんですね。で、ある時に美容に目覚めてから肌を白くしたいって思って、そこから今までいろいろな美白ケアを試してきたんですが、今ではね周りの人に肌白いねって言われるまでになりました。で、そんな私が美白ケアでいろいろ試した中で一番効果があったこと、さらには日頃から意識していることを今日はご紹介しようかなと思います。그럼 시작해볼게요。まずは一番聞いたことからご紹介しようと思います。一番聞いたのはですね、まさに白玉点滴、ビヨンセ注射とも言われていて、ビヨンセがある時に真っ白になってから話題になった点滴です。で、その成分がまさにグルタチオンですね。今では化粧品にも配合されてたりして、グルタチオンを耳にする機会もかなり増えたかなと思います。私もね美容クリニックで働いてた時に週1で打ってたんですけれども、本当に真っ白になるの。特にお風呂上がりは白みたいな。で、オンマにもなんか白すぎて変だよ、不自然みたいに言われて、自分ではそこまで自覚なかったんですけれども、そこまでね本当に白くなったんですね。何回打ったかな、記憶が定かではないんですが、だいたい2ヶ月ぐらい続けた気がします。ただ結局めんどくさくなってやめてしまいました。白玉点滴って本当に即効性があるんですね。やっぱり血管に直に入るから、その分すぐ効果が出てくれるんですよ。白玉点滴は即効性があるので、早く効率的に白くしたい方、確実に白くしたい方にはすごくおすすめです。だけど点滴の難点って即効性はあっても持続性はないんですよね。週1ペースで通わないとですし、毎回針で刺さないとだし、なんかそれもね針の跡とか残って負担になってくるんですよね。結果ずっと続けてる人、私美容クリニックで6年間働いてきて一度も見たことがないです。そこで気軽に長く続けられるのがサプリもね、めんどくさがりさんとかですと忘れちゃったりとか続けられないっておっしゃる方いらっしゃるんですが、何事もね習慣化しちゃえば問題なし。私は朝必ずサプリを飲む習慣があるので、その時にね一緒に摂るようにしてます。で、美白サプリは今までいろいろとね試してきたんですけれども、ここ数ヶ月ずっと飲んでから効果を感じているのがアイロホワイタチオンです。こちらはですね、今までインスタでも紹介させていただいてて、この間の目代わりでもね4箱買ってお姉ちゃんにも分けてあげたぐらいすごい気に入ってるんですけれども、もうね 3,4 箱目ぐらいなので、この中に30包入ってて1日1包なんですよ。なのでだいたい3ヶ月間ぐらいは飲み続けてるかと思います。で、私のね YouTube とかを見てくださると分かる通り、今までいろいろな美白サプリを試してきた中で、その中でもなぜ私がアイロを気に入っているかと言いますと、まず1つ目が製薬会社が作っているというところ。ドンア製薬といって90年もの歴史のある韓国のトップ製薬会社が作ってるんですね。で、皆様が韓国で見たことがあるであろう製品を作っている会社です。さらにはこちらのサプリも食品医薬品安全所認証 ISO の認証を受けた施設で製造されています。なのでそこがすごく安心できるなって思ったポイントです。で、2つ目は味。美白サプリって結構酸っぱいものがあったりとかして飲みにくいものが多いんですけれども、アイロはですねダントツ飲みやすかったんですね。さらにはこちら粉末なので錠剤が苦手な方にもおすすめです。私はね錠剤でも粉末でも何でもいけちゃう派なんですが、お姉ちゃんは錠剤が苦手だったらしくて、アイロは粉末で飲みやすくていいって言ってました。しかもパッケージもピンクで可愛くないですか。で、3つ目のポイントが成分。こちらがホワイトトマト成分が入ってまして、紫外線カット UVA と UVB両方をカットしてくれるんですよ。なので私もねハワイにいる間欠かさずずっと飲んでました。ハワイに行ったのに全然焼けてなくないですか。トマトってそもそも美白効果があって、毎日食べることで肌のシミを予防したりとか、なんとある研究ではねトマトジュースを摂取すると紫外線によって暗くなった肌の色調が回復した、そういう結果が出てるくらいなんですよ。で、ホワイトトマトは通常のトマトよりなんと美白効果が5倍と言われているらしいんですね。なので今ホワイトトマトがすごい注目されている成分なんですよ。メラニン生成を抑えてからメラニンを減少させる効果があるので、予防だけでなく今あるシミや色素沈着を薄くしたい、そういった方にもおすすめです。さらにはホワイトトマトには L システインという成分が含まれていて、こちらがグルタチオンの生成を促してくれる成分なんですね。で、そのグルタチオンの働きによって色素沈着だったり肌トーンを明るくする効果も期待できます。単純にグルタチオンのサプリ飲めばよくないって思うかもなんですが、実はですねグル
ルタチオンは胃腸ではほとんど吸収されないので、口から飲んで摂取しても大きな成果って期待しにくいとも言われてるらしいんですよ。そこら辺は摂取量とかも関わってくるかと思います。なのでこちらのサプリはグルタチオンそのものではなく、その全躯体である L システインを配合することで体内でグルタチオンの生成を促すということなんですね。しかもホワイトトマトって美白だけではなくって肌の張り厚やキメにもいいと言われていて、美肌改善にも効果的と言われています。なのでお肌に本当にいいことだらけなんですよ。さらには副原料でビタミン C、ビタミン E も配合されてます。で、私さハワイから帰ってきたんですけど、あまり焼けてなくないですか？多少くすんだかなとも思ったんですが、周りにもねそんな焼けてないねって言われて、ちゃんとサプリの効果出てるって思いました。やっぱりその上から塗るだけですとちゃんと紫外線カットって物足りなさを感じるので、内側からもケアしてダブルでアプローチしてあげるってすごい大事だと思う。で、何よりサプリも飲みやすさが大事だなって思ってまして、やっぱさ飲みにくいと続けにくいじゃないですか。こちらは成分や効果がいいのはもちろんなんですけれども、なんかね飲む時に粉が水と合わさるとちょっととろみのある感じに固まってくれる感じなので、ケホケホしなくて味も美味しいし飲みやすいんですよね。なので私も3ヶ月ちゃんと続けられてるんじゃないかなって思います。で、今回ですね、そんな私の激推しアイロと10月1日から10月8日の9点メガポ期間にコラボをさせていただくことになりまして、お得な価格で内視聴者様にお届けできることになりました。またいつも見てくださるナイン視聴者様のために、こちらの動画を見てくださった方限定で特別クーポン発行しました。ナインビューティーコラボクーポン、パスワードは NINE9 です。そうしますとこちらホワイタチオン2プラス1の3つのセットで7382円でお買い求めいただけます。しかもそれだけじゃないんですよ。 LINE クーポンでこちらのセットをご購入いただいた方に新作の酵素までプレゼントさせていただきます。実はですね、こちら1つの価格が5355円なので、1つの価格でほぼ3つ買えるんですね。で、私もね前回のメガ割りの時4個買って19,996円も払ってるんですよ。なのでこのコラボはかなりの破格、しかも新作の酵素までついてくるのでかなりお得なので、これはね私も買います。本当に安い。ちなみに新作の酵素も10月1日から発売になるので、本当にね新作ほやほやの酵素を皆様にお届けすることができます。なのでぜひこの機会にゲットしてください。で、なんで2プラス1って思った方、大体ねサプリっていうのは最低3ヶ月と言われているんですね。3ヶ月からこうやって効果が出てくるよっていうものなので、まずは3ヶ月っていうところで2プラス1で構成を組ませていただいてます。詳しい内容は概要欄やコメント欄に記載しておきますので、そちらチェックしてください。で、次に私が日頃からやっている美白ケアなんですけれども、365日日焼け止め。日焼け止めは一番安いエイジングケアとも呼ばれています。紫外線が肌に与える老化って恐ろしいんですよ。で、韓国では日焼け止めは塗る量が大事と言われてまして、私はですね指の第2関節ここまでの量を出して1回、また出して1回、また出して1回っていう感じで、両頬とおでこに3箇所にこの量を塗ってます。室内にいても曇ってても常に日焼け止めは塗るようにしてください。で、大体肌が白い人聞くと毎日日焼け止め塗ってるって言ってるんですよ。で、次にやっていること、私ノーファンで卒業しました。なんでって思うと思うんですけど、このお話は他の動画でも言ったんですが、シミを作りたくないならファンデは絶対塗った方がいい。なぜならば日焼け止めだけ塗った人より、日焼け止め、ファンデーション、コンシーラー、パウダーまで塗った人の方がはるかに紫外線カットができるからなんですね。このエピソードは前の動画を見てほしいんですけれども、今ベースの製品に大体 UV カット効果が入ってるじゃないですか。で、やっぱり UV カットっていうのはレイヤリングすればするほどより紫外線カットできるんですね。なので薄付きのファンデーションとかノーファンデって肌がとっても綺麗だけれどもシミを作りたくないならある程度しっかり塗るべきっていうのをね、私の経験上実感したので、今日はねこれをお伝えしようと思いました。だって私本当にシミ今までできたことなかったんですよ。なんですけど、なんかノーファンデをずっとやってたら、なんかここら辺ちっちゃいシミ出てきたんだけどって思って、しかもね薄いシミって厄介でレーザーで取れないんですよ。私が皮膚科に行って、先生私このシミ気になりますって言うとなんかスルーされるの
結局レーザーって濃いものに反応するので薄いものに反応しないんですよね。でやるとしたら本当にレーザートーニングとかをもう何十回もやってから薄くしていくしかないので、私がね美容クリニックで働いてる時は20回50回やったけど効果なかったって言ってる方もいらっしゃったので、本当にね小さな薄いシミっていうのはなくすのが本当に大変なので、何よりも作らないように頑張るっていうところですよね。でもしね厚塗り感出したくないっていう方はやっぱり一番高い部位がシミができやすいので、この高い頬だけでもしっかりとコンシーラーとかファンデーションでカバーしてあげるのがおすすめです。最後はですね、長袖や日傘を差すというところ。一番いいのは日に当たらないことが一番ですね。ヴァンパイアって肌白いじゃないですか。何の話っていう感じなんですけど、私もねほんとヴァンパイア並みに日が大嫌いなので家にいることが多いんですよ。夏って逆になんかその日に当たるのがすごい暑くて痛いから、私は日焼け止めを塗った後に長袖のシャツを着ることが多いです。むしろ長袖の方がなんかカバーできてからあんまりねこう肌が痛い感じとかなくていいんですよね。あとはちょっとおしゃれしたいなみたいな時はもう日傘さす。でベタベタ気になるじゃないですか。なので私は日焼け止めを塗った後にボディパウダーをパパパパパって叩いてます。はい、ということでですね、私が美白のためにやっているケア法をご紹介させていただきました。冬こそどれだけ白くなれるかっていう勝負どころだと思うので、ぜひね今日のお話が皆様にお役に立てばいいなと思います。これからも美容情報をたくさん配信していきますので、ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。그럼 우린 다음에 만나요. 안녕.